ご視聴ありがとうございます。林と申します。マインクラフト解説プレイ始めていきましょう。さて、まずはご存知の方も多いでしょうが、マインクラフトとはどのようなゲームなのかを簡単に。マインクラフトは様々なブロックで構成された世界を自由に冒険し、各地で採取したブロックやそれを加工したブロックを組み上げることで建築などを楽しむことができるゲームです。素材を集めるところから始めるレゴブロックみたいなイメージですかね。非常に自由度の高いゲームで、他にもいろんなことができるんですが、本動画シリーズをご視聴いただくにあたっては当面それぐらいの認識で問題ありません。より詳しく知りたい方はこの動画の前作にあたる今更ドハマりした男のマインクラフト実況プレイというシリーズをご覧いただければと思いますが、別に見てなくても問題ないです。このように方々でかき集めてきたブロックを使ってすでにいろんな建物をこしらえてるんですが、この動画シリーズではさらにこの世界にいろいろな建物を作って大きな街を作っていくことを目標としています。その過程でマインクラフトというゲームの面白さ、建築の楽しさ、そういったものをお伝えできればと思っております。では早速今回の建築に必要な素材を集めていきましょう。今回は木造の建物を作ろうと思うので、斧を使って木を採取しに行きます。木材一つにも様々な種類が存在して、それぞれ見た目が異なってるんですが、今回このうち松、ダークオーク、歪んだ幹という3種類が使いたいので、これらを集めます。これが松の木ですね。この辺の松を伐採しましょう。松ではないんですが、ちょっと杉の花粉のせいで鼻声になってまして、なんでこの時期に新作を投稿したんだ。ダークオーク、環境破壊は気持ちいいぞいと。歪んだ幹はネザーと呼ばれる地上とは異なる地下の世界に自生しているので、殴り込みに行きましょう。センターオブジアースみたい。あったー。なかなか怪しい雰囲気ですね。2階建ての森あるよね。歪んだ森と呼ばれるこの青い森は最近のバージョンアップで追加された新しい地形でして、私もお目にかかるのはほぼ初めてなんですよね。地上に生えてる普通の木とは異なる青い見た目で、この色をうまく建築に生かしていきたいところです。地上に戻りまして、あとはその辺の岩肌からツルハシを使って石を採取して、羊からハサミで羊毛を刈り取って、こんな感じで主要な素材を集め終わりました。この素材集めの作業もなかなか楽しいものでして、この他にも細々した素材は必要になってくると思いますが、それらはその都度持ってきましょう。では準備も整ったんで、いよいよ建築です。今回は洋風の木造建築を作っていこうと思います。このワールドには中世ヨーロッパ風といいますか、そんな街並みを再現するために木造建築を集めた区画があるので、そこに作りましょう。マイクラで建築するにあたって木材というのは最もポピュラーな建材の一つですので、今回はそれを生かしたオーソドックスな民家を作っていこうと思います。建築スペースはこんなもんで、形としては T 字型の間取りになりますね。それで2階建てにする予定なんですが、第1階ですし手頃で作りやすい大きさのものにしましょう。まずはダークオークの原木で柱を作っていきます。マイクラにおいては重力の影響で物が倒れたりなんて心配もないので、どういう手順で家を作っていくかというのは100人100用なんですが、自分は柱を立てるところから始めることが多いです。イラストで例えるなら当たりを取る作業に近いですかね。大雑把に建物のシルエットを出すことで、作り込んでいく前に全体的なバランスを確認する感じです。骨組みは縦だけではなく横向きのものもありますから、1階と2階の境目になる部分に横方向の梁を渡しましょう。ものによっては省く時もあるんですが、あるとやっぱり木造建築らしさはより出せると思います。原木は斧を使って皮を剥ぐことができて、こうすると色味がマイルドになって、なんというか建材として加工した感じになりますね。はい、1階の柱はこんな感じです。ある程度柱の間隔には規則性があった方がらしくは見えますね。2階の骨組みも作っていきましょう。
基本的にはこんな感じで1階の柱を上に延長させていくことになりますが、ちょっとスパイスを効かせて一部の柱を1階よりも1マス外に飛び出させてみましょう。中世ヨーロッパの建築は2階が1階より張り出した構造になっているものも割とあるので、そこを表現したいですね。2階まで柱を作りました。大体のサイズ感は把握できたかなという感じですね。原木を加工して板材を作って、その板材を階段状に加工してと、こんな感じでブロックをクラフトして別のブロックに変えることで、さらに建材の幅が広がります。松の階段を使って屋根の輪郭も作っていきましょう。階段ブロックは名前の通り階段として利用されるだけではなく、斜めになっている部分を表現するのに広く活用されてます。マイクラは基本四角で構成されてるんで、斜めをどう表現するかっていうのが難しいんですよね。そういうところはこんな感じで階段ブロックを使ったりしつつ、ごまかし表現していくことになります。なんか100均で売ってる針金の小物みたいになりましたが、おおむね形は切り出せましたかね。イメージが固まってきました。それじゃあ次はこの柱を基準にして壁を作っていきましょう。1階は丸石で埋めていきます。内装は次回になると思いますが、1階は納屋って感じ、物置って感じにしたいんですよね。なので石造りで武骨な感じでいきましょう。1階の天井兼2階の床は適当に多くの板材で張っていきましょう。在庫が余ってたんでね。実際の建築と違ってマイクラだったら簡単に作り直しができるんで、作ってるうちになんか違うなってなったら後から差し替えましょう。2階は羊毛で壁を作ります。3匹の子豚でもウールで家を作るなんてことはしないでしょうが、質感としては中世の漆喰塗りの壁っぽく見えるんですよね。なので使っていきます。マイクラにはいろんなブロックがあるんですが、とはいえ何でもあるわけではないので、こういう見立てはよくやりますね。1階と2階の敷地の大きさが違うんで、こんな感じで段差ができるんですよね。ちょっとかっこ悪いんで、上下逆の階段ブロックで保管しましょう。柱に使った原木もそうなんですが、一部のブロックには向きの概念があります。階段ブロックは上下逆に置くとこんな感じでまた違った表現ができますね。ということで、とりあえず壁を作り終わりました。まだのっぺらぼうですが、もちろん後から窓やら玄関やら作ります。屋根を作っていきましょう。今回手に入れた歪んだ幹を板材に加工して、これを利用していきます。この緑色を屋根に使うと可愛らしくてファンタジーな雰囲気が出せるかなと思いまして、洋風の建築に合いそうなんで今回屋根材に採用しました。先に作っといた枠と同じ形で間を埋めていく感じになります。ただ今回 T 字型の間取りなんで、必然的に2枚の屋根が交わる形になります。さっき言いましたが、階段ブロックには向きがあるので、屋根の向きに合わせて階段の向きも変えていく必要があります。なかなかいいんじゃないですか、緑の屋根。周りを松の木材で縁取りしているのもおしゃれですね。自分で言ってた世話ないわ。さて、このままではただのオブジェですので、出入り口と窓を作って住居としての機能を持たせていきましょう。ドアを使って出入り口を作っていきます。ただドアだけっていうのも味気ないので、階段ブロックなんかを使って味付けしていきましょう。さっき言いましたが、1階は納屋で2階は生活スペースとしたいので、2階は2階で玄関を作ります。もちろんこのままだと欠陥住宅ですんで。はい、こんな感じで階段を上れるようにしました。要所要所で今みたいな三人称視点のカットを挟んでいこうと思います。松のフェンスを使って囲いを作ったり、ハーフブロックでひさしも作りました。フェンスは他のブロックとつながってないときは棒状になるんで、支柱の表現にも使えますね。壁をくり抜いて窓は板ガラスを使って表現していきましょう。ガラスはめただけでもいいっちゃいいんですが、ドアと同じで窓もガラスの周りを装飾するとよりそれらしくなりますね。階段やハーフブロックでひさしを作ったり、葉っぱブロックを使って窓下のフラワーボックスを表現してみましょう。1階の倉庫よりも2階の居住スペースの窓を多くしてやるということで、民家としての説得力が増しますかね。いずれこの辺は建物を密集させるつもりなんで、建物の裏側は日の光が入りにくくなると考えて窓は少なめです。というか、窓が多いと内装を作るときに物を置きにくくなるんですよね。
何事もバランスが大事ということで、窓も置き終わって最低限建物としての機能は出来上がりました。あとは細かい装飾を重ねていってかっこよくしていく作業になります。ちょっと木造感が足りないので2階にダークオークを追加しましょう。あとボタンを取り付けて木組み感を演出。ボタンは装置を動かす時に使われますが、単純に装飾として利用することも多いです。今後そういう装置の紹介もいろいろしていきたいですね。足元が寂しいのでもうちょっといじりましょう。今回2階が出っ張ってて、あと屋根も大きいので頭でっかちに見えがちです。なので柱の根元を太くしてやってバランスを取りましょう。あと壁際に樽やらなんやら置いてみましょうか。あえて雑然と配置することで生活感が出たり出なかったり。マイクラにはいろんなタイプの植物があります。民家の壁際植物ありがちということでいろいろ置いてみます。納屋の石壁には苔むしてるところもありそうですね。1階部分が賑やかになったことで見た目の重心が下がってバランス良くなった気がします。裏側にも植物を配置してね。どうやって水やるんだこれ。まあ私の家じゃないんでいいでしょう。でこの辺の壁がまだ寂しいんですよね。裏側なんでいいっちゃいいんですが。ということで石レンガを使って煙突を作ってみましょう。実際筒になっているわけではないんですが、煙を出す焚き火をてっぺんに配置することで煙が上がっているように見せかけます。煙突は前から見た時の収まりが良くなるように位置決めしました。かわいいじゃない。歪んだ幹の実装と同じタイミングで鉄から鎖というアイテムがクラフトできるようになりました。それを使って壁に取り付けられたブランコを表現しましょう。子供のためのちょっとした遊び場ということで、お子様にも配慮した動画となっております。よろしくお願いしますと。なんだかんだ裏側も様になってきました。壁面を装飾したことで相対的に屋根が物足りなくなってきました。次は屋根を装飾していきましょう。こういうとんがった背の高い屋根は屋根裏が暗くなりがちです。なので屋根にも窓を取り付けて日光が入るようにしてみましょう。こういう屋根に取り付けられる採光換気のための小窓をドーマーと言いますが、屋根が寂しい時の装飾にもうってつけですね。ドーマーは2階の窓と同じようなデザインにしました。屋根のてっぺんのラインは棟と呼ばれますが、ここも古今東西の建築でよく装飾が施されます。もともとは補強のための設備だったものが時代とともに装飾としての役割を持ったパターンが多いですね。先人に学んでいきましょう。古めかしい建物にしたいので屋根にも葉っぱを這わせますか。あとツタね。よし、だいたいできたかな。あとは玄関に至るアプローチを軽く作って完成としましょう。はい、ということで中世ヨーロッパ風の民家外装完成しました。新シリーズ第1回ということで、木材、石材、羊毛という集めやすい素材、マイクラ建築スターターデッキみたいなラインナップで建築しましたが、いろんな表現ができるよというのもお見せしたかったんで、オーソドックスながらシンプルすぎないよう要所要所テクニカルな作りも取り入れてみました。参考になれば幸いです。木造と言いつつ石や羊毛で壁作ったわけですが、木の柱を作るだけで十分木造感は出せるんですよね。あと最近追加された歪んだ板材を屋根として取り入れたのもポイントですかね。緑といっても暗めの緑なんで主張しすぎず適度なアクセントになってくれた気がします。とこんな感じで今後この動画シリーズはマインクラフトで建築や冒険をしてワールドを発展させていく過程でマイクラって面白いんだぞというのを伝えていければと思ってます。今回外側を作ったんで、次回はこの家の内装を作っていきましょう。1週間から2週間ぐらいで次投稿されると思います。ということで次回もどうぞよしなに。